はい、皆さんこんにちは。こちらは僕のメインマシンなんですが、ただいま絶賛迷走中。ということもあって、新しくオーソドックスなというか、ミニ四駆の作り方、フレキの作り方もいろいろありますんで、効果がありそうな実績があるマシン作りというのをパクって1台フレキを作ってみようかなと思います。そのマシンとこのメインマシンを走り比べて、いいところをね、フィードバックし合って、自分流のマシンっていうのをね、できたらいいなと思いまして、今回から MS フレキの制作をスタートしたいと思います。それで MS フレキがわからないっていう方のために簡単にご紹介すると、MS フレキの MS は、この MS シャーシ、こちらを使って、こんな感じでサスペンション機能を持たしたマシンになります。現在のミニ四駆でレースとか行くとだいたい8割ぐらいはこの MS フレキを使っている方が多いんではないのかなと思います。ちょっとね、地域によってその辺は変わってくると思うんですけれども、僕の周りはね、圧倒的に MS フレキを使っている人が多いです。MS シャーシ自体はこんな感じなんで、フレキでこう動くシャーシではもともとないんですよね。こちらのシャーシとこの前後のユニットを加工することによってこういった動きをするマシンにしていきます。それでこの MS フレキの加工方法、いろんなやり方あるんですよ。現在僕のこのメインマシンはMS フレキ用のカッティングジグというのがシグワークスさんから出ていて、それをね、使ってカットして、もうバネを入れて完成という一番オーソドックスで簡単な作り方なんですが、今回この MS フレキの作り方もちょっと変えてみたいなというのがありまして、それどんなんがいいかなって思ってね、前々から気になっていたのが DK サーキットさんが作っている DK フレキ。作り方はね、DK サーキットさんのチャンネルにすごくね、細かく詳しく動画の方が上がっていますので、そちらも合わせて見ていただけたらありがたいなと思います。はい、ということで DK フレキの方を作っていきたいと思います。僕がね、DK フレキを選んだ理由が、まずね、実績がある人が作っている。そして実際に走っている姿を見て、速かったんですよ。すごい速いなと思って、速いマシンを作りたいんだったら、徹底的にパクるのが早いんじゃねえか。もちろんね、フレキの加工を似た感じにしたからってマシンがねめちゃくちゃ速くなるっていうことはないとは思うんですよ。他のねセッティングとか要素とか加わってくるので、まずね真似できるところから真似していく、そんなマシンを1台組み立てて、この僕のメインマシンとどう違うのか、その辺をね見ていきたいなと思います。それで DK フレキ、このタイプですよね。いわゆる旧シャーシと呼ばれるシャーシを使って作っていきます。現在僕が使っているのはもうこのシルバーの軽量シャーシ、こちらをねずっと使っていて、理由はね色がかっこいいからっていう理由なんですけれども、今回は旧シャーシ、こちらライトグレー TRF のブラックスペシャルの中に入っていたものですね。これ何個かねいただいたのがあったので、これをね今回使っていきたいと思います。第1回目、とりあえずねセンターシャーシの加工、次回は前後ユニットの加工、そして3回目に組み付け、さらにやることがあったら4回5回と回を重ねてご紹介していきたいと思います。なのでね、結構ゆっくりな感じでね進んでいくと思いますので、ぜひ見ていただけたらなと思います。まず最初にやるのはこのセンターシャーシのギアカバー、この部分をカットしていきます。このカットラインに使うのはこちらの850ベアリングですね。僕はね、もともとこのシグワークスさんの MS カッティングガイド、これをね使って毎回カットをしていたんですが、今回はこれは使わずにこちらのベアリングを使ってカットしていきたいと思います。はい、こんな感じで取り付けました。このベアリングをガイドにしてこう切っていくんですが、TK フレキの特徴はユニットがボトムした時、フロントにスラストが入るということが特徴なので、
このカットをまっすぐバツッと切るんじゃなくて、ちょっと斜めにカットしていくみたいなんですよ。このね、斜め具合がどれぐらいかはわからないんですが、きつくすればするほどスラストの方は入りそうですよね。ただあんまきつくするとこっち側に行った時に切りすぎてしまうとか、そういったところがあるので、どんぐらいなんだろうな、若干こう斜めになるぐらい、そんな感じでとりあえずカットしていきたいと思います。この辺はね、多分走らせてもうちょいかかった方がいいんじゃないかとかね、そういうのでね、変えて煮詰めていかなきゃいけないところだと思うので、まず一発目はね、なんとなくの斜め具合でカットしていきたいと思います。ちょい斜めぐらいでいこうかな。とりあえずこんな感じ。はい、カットの方が終わりました。こんな感じの斜め具合にしました。どっちの方が分かりやすいかな。ギアカバーの方だとこんな感じですね。この加工を後ろ側もしていきます。後ろ側もね、多分斜めでいいんだと思うんですね。後ろ側をユニットがボトムした時に斜めだと、今度リア側がアッパースラストになるんですよね。そうするとローラーが上を向いて、マシンの動き的にはこういうね感じになって頭が下がる、そんな感じにねなると思うので、こっちもね斜めでカットしていきます。いやね、このボトムした時にスラストがかかるってよく考えられてますよね。 MS フレキがこうユニットがボトムする時って、着地した時、あとはスロープとかに入る時、ブレーキが当たった時とか、そういう時ってある程度スラストがかかっている方が着地した時にコースのフェンスにローラーが当たっていれば跳ねにくくなる。あとエアーターンとかもね、こうバーンって当たるから多少ユニットがボトムすると思うんですよ。そういった時もスラストが入ってこうエアーターンしやすくなるとか、ジャンプセクションのスロープの時にブレーキ当たってボトムすると飛び姿勢が低くなるとか、なんかそんなことを考えているとメリットめちゃめちゃ多いんじゃねえかっていう感じしますよね。はい、リア側もベアリングの方を取り付けました。同じように斜めにカットしていきたいと思います。はい、こんな感じでカットできました。カット自体はね、めちゃくちゃ楽ですね。このね、クラフトノコさえあれば、もうサクサクとこの辺は作業できるかなと思います。前後のギアカバーのカットが終わって、今度はこの真ん中のセンターシャーシの加工をしていきたいと思います。今こんな感じで、ここ分かりますかね、この部分なんですけど、ここがあるとユニットが入った時ボトムしないんですよね。なのでここをこんな感じでカットしていきます。だいたいね、見えますかね、ここにちょっと段差があるんですけど、ここら辺を目安にこういう風にカットしていきます。このカットはね、とりあえずニッパーでざっくりまずやっていきます。でね、ニッパーね、奥までこう、なんていうんですか、ギリギリまで攻めたところでやると、上までね、ひびが入ってしまうので、そのあたり注意していただければなと思います。ちょっと切りたいところの手前で一回線を入れる感じですね。こんな感じ。これね、地味にまだカットしてないんですよね。で、今度、横方向に一回線を入れて、カットしていきます。カットするとこんな感じですね。これを残り1、2、3箇所やっていきます。4箇所カットの方が終わりました。こんな感じですね。でね、僕はね、この部分角が立っているところを少し斜めにね落とすんですよね。なんとなくね、引っかからないようにっていうのが理由なんですけど、ちょっとだけ落とします。こんな感じですね。これも4箇所やっておきたいと思います。次にやるのがここの出っ張り、ちょっと見えますかね、これをなくしていきます。 TK フレキの場合はこのね、この字のところ、ここの加工が前後で違うようなので、まずはね、簡単なリア側、こちらから加工の方をしていきたいと思います。なんかね、この状態になるとどっちがフロントかリアか分かりにくいですよね。あんま急センター使わないんで、皆さんもね、ちょっと間違えないように注意していただければなと思います。ちなみにこっちがリア側で、こっちがフロント側ですね。この丸い電池取る穴が開いてる方がフロント側になります。それでここの加工はちょっとね、難しそうだったんですよ。この出っ
張りをなくして、ここにも段差があるじゃないですか。ここの段差がだいたい 0.5 ミリぐらい、それぐらいの厚さを残していくということなんで、まずはね、ざっくり僕はね、ここの段差だいたいニッパーで適当に取っちゃうんですよ。なんかこんな感じでね、当てて、パチってね、反対側もこんな感じでね、ちょっとね、落としてあげるんですよ。で、細かい調整はこのデザインナイフをこう使って削ぎ落としていく感じですね。この辺ね、切りすぎないように注意していただければなと思います。でね、あとはデザインナイフの刃を立ててこうスライドしていくとちょっとずつ削れていくので、こんな感じで削っていきます。内側の横の部分、これもこうやってデザインナイフの刃を入れてちょっとずつ削って調整していきます。ではね、サクッとギア側やっちゃいたいと思います。はい、こんな感じで加工の方が終わりました。ここに段差があった名残の線が見えると思うんですけど、これがね、なるべく引っかからないところまで削っていきます。そしてここの厚さだいたい 0.5 ミリぐらいって感じだったんですが、それぐらいになったかなっていうところですね。多分ね、これで大丈夫だと思うんですよね。この辺の調整はユニットを加工して実際に稼働しながらまた少し削ったりして微調整の方をしていきたいと思います。あとね、ここの部分が引っかかってしまうことがあるので、ここもデザインナイフの刃を立ててちょっとスライドさせて面を取っていきます。こんな感じですね。リア側はこんな感じで、とりあえず一旦様子を見たいと思います。次はフロント側ですね。フロントの方がね、見た感じ難しそうだったんですよね。フロント側の加工はこの段差をなくすのと、あとね、スラストがかかるように少し斜めにこう削っていくみたいなんですよね。感覚的に言うと、この段差があるところからここの段差わかりますかね。ちょうどこう壁をね切ったところの段差、ここに向かって斜めにしていく感じ。これ難しいですよね。慣れてないと結構削りすぎてしまったりするので、ここはね、なるべくゆっくり作業をした方がいいかなと思います。とりあえずこの出っ張りをニッパーで適当に落として、でここも斜めなんでちょっと斜めに一回切っちゃいますか。なかなかね、見えなくてね、やりすぎないぐらい大まかにとりあえずニッパーでカットしていきます。ちょっとね、僕の場合なんですけれども、皆さんはやりやすい方法でやっていただけたらなと思います。こんな感じでとりあえずゆっくり斜めにカットしました。あとはデザインナイフで整えていきたいと思います。はい、こんな感じで斜めにしてみました。この部分がちょっとこう斜めになってるの分かりますかね。少しね削りすぎちゃったかなっていうのはあるんですが、この辺ユニットをはめてからまたどうなるかっていうところですよね。やりすぎてしまったらちょっとセンターシャシ加工し直しかなっていうところなんですが、それで先ほどリア側ここのねバリを取ったんですけれども、ここの部分今まっすぐなんですが、ここも少し斜めにするようです。これは、デザインナイフでねこう削りながら斜めにしていくのがいいのかな。ちょっとねゆっくり慎重にここは作業をしていきたいと思います。はい、この部分も少し斜めに削りました。なんかね、感覚的には、ここにちょっとこう、スリットが入っていて、面があるんですよ。この面。この面と、だいたい平行になるぐらい、そんな感じの方が分かりやすいんですかね。なんか、ラインが取りやすいというか、こっち側で言うと、ここの面と、ここが平行になるようにですね。こんな感じ。ちょっとわかりますかね。こんな感じで僕はとりあえず加工してみました。この辺ね、一発で多分いい感じになるっていうのはね、難しいと思うので、何回かね、シャーシ作って練習していかないと難しいのかなと思います。結構ね、感覚的なところだと思うんですよね。ただ何個か作っていけば慣れてくると思いますので、ちょっとね、シャーシ多めに買って失敗覚悟で作ってみるのがいいのかなと思います。とりあえず、センターシャーシの加工は以上かな。
あとこの辺ね、綺麗にちょっと整えて終わりですね。これね、DK サーキットさんの方でも紹介されていたカルボファイルの板やすり DD フォーマー、これを使って、ちょっと軽く辺を整えておきたいと思います。これね、斜めにカットしたんで、斜めにね、削っていただければなと思います。あんまりね、削りすぎてしまうと、このギアカバーとね、隙間が多くなってしまうので、軽くでね、いいと思うんですよね。ここめちゃくちゃね、当たるところでもなさそうなので、あとはね、僕はね、水溶きで、ここは2000番とかで整えておきたいと思います。今度はこちらのギアカバーの加工。これに関しては、まずこの出っ張りですよね。これをカットしていきます。だいたいね、動画を見ていたら、どんぐらいだろう ?2 ミリ、1.5 ミリぐらい残して、パツッとね、カットする感じですかね。こんな感じ。これを4箇所、まずはカットしていきます。その後は、ギアカバーにもここ段差があるんですよ。これを取っていきます。これがあると、こっちのね、シャーシの方のギアカバーとこうピタッとねはまってユニットが動かなくなってしまうので、はまらないようにするのにこの段差をなくしていきます。あとね、このさっきピョロって出ていたこことかもね段差があるので、これもなくしていきたいと思います。こっちのねセンターシャーシの加工と似てますよね。僕はねまずニッパーでパツパツとね大まかにカットしちゃって、デザインナイフでここをなだらかにしていきます。でね、ここの部分ね、削りすぎてしまうと、このギアカバーとの隙間が大きくなってしまうので、ここね、結構重要なんですよ。僕のね、メインマシンも、ここをね、すごい気をつけてフレキ作っています。ということで、とりあえずやっちゃいたいと思います。はい、こんな感じで段差をなくしてみました。微妙にね、残っているんですけれども、この辺をね、組み付けて引っかかるようだったら、再度削って微調整の方をしていきたいと思います。こんな感じでね、実際にギアカバーに当てて、こう動くか、引っかかりなくいくか、この辺見たらいいのかなと思います。ちょっとね、まだね、引っかかってるんですよね。多分ね、この部分、ここがね、まだ取り切れてないんですよね。結構ね、難しくてね、ここを取るの。それで加工してないやつ、リア側と比べるとこんな感じですね。あとはリア側も同じようにやっていきたいと思います。はい、後ろ側もこんな感じで加工しました。まだね、出っ張りの方はあるんですが、フロント同様踏みつけながらこの辺は微調整していきたいと思います。あとね、ギアカバーでやっておくのは、ここの部分、左側ですよね。ここをね、少し内側削っていきます。これはスパーギアが当たってしまうので、なるべく当たらないようにこの部分を加工していきます。この辺ね、DK サーキットさんは駆動編とかでね、ご紹介していたので、そちら見ていただければなと思います。僕はね、こう、野生で削るのめんどくさいんで、リューターにこう、大きめのダイヤモンドビットをつけて、こうやってね、削っていきます。失敗するとね、このままね、ギアカバー切ってしまうので、ちょっとね、慣れが必要な加工かなと思います。はい、こんな感じでギアカバーの左側の部分を少し削りました。あとはセンターシャーシ同様、この面の部分ですね、整えて、とりあえず終了ですね。TK フレキのセンターシャーシの加工が終わりました。僕自身はメインマシンフレキを使っているので、フレキの加工自体は慣れていたんですが、普段ね、やっていない細かなところ、この辺の加工はやっぱり大変でしたね。フレキ初心者の方が作ろうとすると少し難しい部分あると思うんですが、慎重にゆっくり作業の方をしていただければできないことはないかなと思います。あと細かな作業が多くて、このデザインナイフ使ってね、こう地道にね削っていく作業があるんですけれども、
思わぬねスパッといってしまってね、弓をねスパッと切ってしまったりとか僕もやりました。なので怪我だけには注意していただければなと思います。特にね小さなお子さんとかね、まだね加工に慣れていない方だったりやる際は本当にね注意した方がいいかなと思います。マジでスパッといくんで。次回はユニットもね何色今使おうか悩んでいるんですが、こちらの前後ユニットの加工の方をしていきたいと思います。それでは最後まで見ていただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録もしていただけたらありがたいなと思います。